ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、DC の新作映画、スーパーガールと主演を務めるミリー・オールコックを取り巻く広報キャンペーンの話題についてよ。現在、映画が劇場公開される前から、この広報キャンペーンがファンの反発を逆手に取るような形になっていて、かなり物議を醸しているんだよ。また公開前から揉めとんの？最近のアメコミ映画は、本編ば、見る前からトラブルばっかりで、なんか疲れとう視聴者も多かろうに。そうなんだよ。今日は、ミリー・オールコックの最新インタビューが引き起こしている波紋。そして、観客を敵に回すような広報戦略の危険性について、徹底的に解説していくよ。なんだか、今日も闇が深そうなテーマやね。バッテン、そもそも、なんでそんなに揉めとうと？ファンば怒らせて得することなんて、一つもなかろうに。その背景には、いろいろな複雑な事情があるの。まず、バラエティが最近公開した新たな表紙記事について話すよ。この記事のタイトルはね、とにかくやってしまえ。スーパーガールのスター、ミリー・オールコックはいかにして嵐を無視し、パンクロックのスーパーヒーローになったのかというものなの。とにかくやってしまえで、随分と強気なタイトルやね。嵐を無視しとか、パンクロックのスーパーヒーローとか、すでに映画の内容やノーテ、ネットの批判と戦うヒロイン像ば売り出しとうみたいで、ちょっと違和感あるばい。鋭い指摘だよ、葵。実は、今回のインタビューは、ミリー・オールコックが、以前、ドラマ、スーパーガールに対するファンの反発の可能性について言及した、後に行われたものなの。その以前のインタビューで、彼女は、ネット上の反応や、ファンが、主要フランチャイズ作品における女性の役柄について、どのように議論しているかについて語っていたんだよ。なるほどね。主要なシリーズにおける女性の役柄についての議論って、最近、どこの界隈でも、火種になっとう問題やん。でも、それに対して、わざわざ主演女優が言及するってことは、また、火に油ば注ぐことにならんの？まさにその通りなの。バラエティの記事の中では、ミリー・オールコックは、自信に満ちた DC の新星であり、ネット上の批判に対処する方法を学んだ人物として紹介されているんだよ。ネットの批判に対処する方法ば学んだってことは、それだけ叩かれとうってことの裏返しやろ？それを美談みたいに語られても、映画そのものが面白くなかったら意味ないっちゃけどね。それに、この映画が置かれている状況もプレッシャーになっているの。同記事では、ジェームズ・ガン監督のスーパーマンが興行収入6億ドル以上を記録した後、特にスーパーガールには大きな期待がかかっている映画であることも明らかにしているんだよ。バラエティは、このスーパーマンの6億ドルという数字を有望なスタートではあるけれど、大成功とは言えないと評しているの。6億ドルって日本円にしたら相当な額やけど、あの大規模なアメコミ映画としては大成功とは言えんとね。ハードルが高すぎばい。その後を継ぐスーパーガールは、さらにプレッシャーが半端なかろうね。そうなの。そして、インタビューの中で、ミリー・オールコックは、過去の経験について語っているよ。彼女は、オンライン上のファンコミュニティが、若いキャストメンバーと、同一キャラクターの年上のバージョンとを対立させていた、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンでの経験から、着想を得たと述べているんだよ。ハウス・オブ・ザ・ドラゴンね。あそこで若い頃ば演じた女優さんと大人になってからば演じた女優さんが比較されてネットで色々言われとったんやね。そりゃあ、同じキャラば演じる以上、比較されるのは宿命やけど、ファンが対立を煽るのは、見てて気持ちのよかことやないね。ええ。同記事は、その後、スーパーヒーローファンの世界に話題を移していくんだけど、そこでの表現がかなり強烈なの。スーパーヒーローファンの世界を反発、組織的な攻撃、嵐、そしてインセルの戦場だと描写しているんだよ。いや、ちょっと待って。スーパーヒーロー映画のファンば、組織的な攻撃やら嵐、インセルの戦場って決めつけるのは、さすがに主語がでかすぎやろ。純粋にアメコミが好きで映画ば、楽しみにしとう人たちまで、一緒くたに悪者扱いしとるみたいで、バリ腹立つばい。葵の言う通り、この描写には、多くのファンが反発しているの。さらに、ミリー・オールコックは、以前、バニティフェアで行った発言に対する反応にも答えているんだよ。その発言の中で、彼女は、人々が女性の体に対する奇妙な所有意識に慣れてしまっている、と述べていたの。女性の体に対する奇妙な所有意識？なんか難しか言い回しやけど、要するに、私のキャラば、勝手に性的な目で見るな、とか、そういうこと？それにしたって、言い方がトゲトゲしかね。今回のバラエティの新たなインタビューで、ミリー・オールコックは、その時の発言について、男性という言葉すら使っていないと述べたの。そして、ネット上の反応が、自分のその主張を裏付けた、と付け加えたんだよ。
つまり、自分が批判されたこと自体が、人々の偏見を証明しているって主張しているんだよ。ああ、もう、最悪のパターンのやつやん。私が批判されるのは、お前らが、そういう偏見を持っとうからだ。で、自分ば正当化するやつ。それば言われたら、ファンは何も言い返せんくなるし、余計に反感ば買うだけやんね。しかも、それだけじゃないの。彼女のキリスト教徒を嘲笑するような発言も、大きな注目を集めてしまっているんだよ。なんそれ。スーパーヒーロー映画の主演女優が、特定の宗教ば嘲笑するとか、プロ意識が欠けとるんやないの？映画のプロモーションばする気あるんか、本当に疑問ばい。ネットユーザーからも、たくさんの厳しい声が上がっているよ。例えば、こんな反応があるの。映画の宣伝をしたいのか、自分の政治的思想を語りたいのか、どっちかにしろよ。映画の魅力を全然伝えてないじゃないか。ファンをインセル呼ばわりして、誰がその映画のチケットを買うと思ってるの？また、批判する奴は差別主義者っていう責任転嫁のパターンか。もううんざりだよ、とこんな風に、映画本編の内容よりも、彼女の発言や広報の姿勢に対する批判が圧倒的に多いんだよ。そりゃそうなるやろ。お金払って映画ば見に行こうとしとるお客さんに喧嘩ば売って、誰が、やったー、見に行こうってなるとよ。頭悪すぎばい。記事でも、まさに、その点を指摘しているの。ファンを攻撃しても、決してうまくいかないのだ、とね。当たり前たい。商売の基本中の基本やん。で、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。みんなのチャンネル登録と、グッドボタン、高評価が、うちとすみれの励みになるけん、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、話を戻すよ。ただ、これは、ミリー・オールコック個人の問題だけではないかもしれないの。彼女は、単に質問に答えているだけなのかもしれないし、あるいは、スタジオや広報チームが、世間の反発をどう乗り切るかについて、彼女に指示しているのかもしれないんだよ。ああ、なるほど。スタジオ側が、わざと炎上商法みたいな言葉狙って、こういう風に答えなさいって指示しとう可能性もあるってことね。だとしたら、スタジオの大人たちが、一番立ち悪かばい。若い女優ば矢面に立たせて、自分たちは安全なところから見物しとうってことやろ？その可能性も否定できないの。いずれにせよ、このキャンペーンは、スーパーガールを見るためにお金を払っていい理由を観客に売り込むのではなく、嵐、インセル、有害なファン層といったネガティブな部分にばかり注目を集めているんだよ。ほんとそれ。映画の宣伝なんやけん。こんなすごいアクションがあるよ、とか、感動するストーリーだよ、ってばアピールせんといかんのに。なんでわざわざ有害なファン層の話ばっかりしとうと？ずれとるにも程があるばい。同記事もまさにそこを強調しているよ。2億ドルもの巨額を投じたスーパーヒーロー映画が公開前の期間に観客と争うようなことをするべきではない、と。キャラクター、アクション、ストーリー、クリプト、ロボ、そしてこのバージョンのカーラ・ゾー L を見るために劇場に足を運ぶ価値がある理由を売り込むべきだ、と主張しているの。そげん大金ばかけとるんやったら、なおさら観客ば大事にせんといかんやん。クリプトとかロボとか、アメコミファンが喜びそうな要素があるんやったら、そこば全面に押し出せばよかとに。もったいな。なのに、その代わりに発信されているメッセージは、聞き覚えのあるものになりつつあるの。つまり、もしそれが気に入らないなら、あなた自身が問題の一部なのかもしれないというものなんだよ。出た。究極の責任転嫁メッセージ。面白くないっていうお前らが悪いて、クリエイターが一番言うちゃいかんセリフやん。そんなこと言われたら、どんな名作でも見る気なくすばい。実は、マーベルは、すでに、ブリー・ラーソン主演作で、この道をたどっているの。キャプテン・マーベルは、アベンジャーズ・エンドゲームの歴史的ヒットの勢いに乗って、興行収入10億ドルを突破したけれど、続編の、マーベルズは、同じような後押しを受けられず、興行的に、失敗に終わってしまったんだよ。ああ、ブリー・ラーソンも、過去に、ファンとバチバチやり合っとったよね。一作目は、アベンジャーズ・エンドゲームっていう、超絶ブーストがあった件。売れたけど、魔法が解けた2作目で、見事にこけたってわけや。まさに因果応報ってやつやね。コズミック・ブックニュースでは、そこから得られる教訓は単純だと言っているの。観客に説教しても、観客は増えない。人々が見たいと思う映画を作り、映画そのものに語らせるのだ、とね。もう、グーの音も出ん正論やね。映画館に行ってまで、女優や監督から説教ば聞きたかやつが、おるわけなかろうもん。映画は、娯楽なんやけん。純粋に楽しませてくれって話したい。このような観客に説教するようなスタンスで失敗した例は、他にもあるの。スター・ウォーズ、アコライトも同様の問題を抱えていたし、レイチェル・ゼグラー主演の白雪姫。
ディズニーのドクター・フーなどもそうなの。他にも、例は、枚挙にいとまがないくらいだよ。白雪姫も、主演のレイチェル・ゼグラーが原作ば否定するようなこと言って大炎上しとったよね。スター・ウォーズ、アコライトも大こけしたって聞くし。なんでハリウッドの人たちは、過去の失敗から全く学ばんの？記憶喪失にでもなとうと？本当に不思議だよね。そして、同記事は、スーパーガールの立ち位置についても触れているの。スーパーガールは、スーパーマンとは違う。このキャラクターには、スーパーマンのような興行収入の上限は存在しない、とね。つまり、どこまで売れるか、全くの未知数ということだよ。だからこそ、この映画は、すでに、熱狂的な DC ファン層を超えて、広く、一般の観客に受け入れられるかどうかという疑問に直面しているんだよ。スーパーマンみたいな知名度がない分、新規のファンば獲得せんといかんのに、その新規ファンどころか既存のファンまで、攻撃しとうんやけん。どうやってヒットさせるつもりなんやろね。自爆テロにしか見えんばい。さらに驚くべきことに、別の報道によると、ワーナーブラザースは、スーパーガールが損益分岐点に達しただけで満足している可能性があるというの。はぁ？2億ドルもかけて、トントンで満足って、どんだけ志が低いんよ。花から大ヒットば諦めとうみたいで、制作陣の熱意が全然感じられんばい。そんな後ろ向きな姿勢で作られた映画ば、誰が見たがるんよ。まったくだよ。この映画は、ファンが期待するようなこれまでの清潔感のあるイメージとはかけ離れた、パンクロックで、荒削りで、傷ついた殻像を売り込んでいるの。パンクロックで荒削りなスーパーガールって、設定自体は面白そうやん。今までと違う、新しい魅力ば見せられるチャンスなのに。そう、もしかしたら、そのアプローチ自体は成功するかもしれないの。でも、反発をキャンペーンの一部にするのは、観客に対して、完全に間違ったメッセージを送ることになるんだよ。相対。映画の内容で勝負すればよかとに、ネットの揉め事ば宣伝に使うけん、余計に反感ば買うとよ。だからこそ、DC は、スーパーガールを、必見の SF スーパーヒーローアドベンチャーとして、純粋に売り出すべきなんだよ。当たり前やん。宇宙から来た女の子が、スーパーパワーば、使って大暴れする、ワクワクする SF アドベンチャーばい。で宣伝せんと、誰もインセルとの戦いなんて見たくないけんね。しかし、残念なことに、キャンペーンは、結局、嵐行為、反発、ファンの行動といった問題にばかり、焦点を当ててしまっているの。ほんと、何ば考えとるんか、さっぱりわからんね。広報担当者は、クビにした方がよかばい。そして、同記事の最後は、こう締めくくられているよ。ファンが慎重になるのは当然だ、と。通常の懐疑心を攻撃的なものに変えれば、業界からは称賛されるかもしれないけれど、チケットの売り上げには決してつながらないんだよ。業界内で、あの子、ファンに媚びなくてかっこいい、ってチヤホヤされても、映画のチケットが売れんかったら、ビジネスとして終わりやん。お客さんの財布の紐ば甘く見とったら、痛い目見るばい。ということで、今日は、ミリー・オールコック主演のスーパーガールの広報キャンペーンとファンとの対立という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。